はいどうも、戸岸亮太と実行社長です。今日はですね、こちらの刃シリーズの切り付け刺身包丁、長さが尺かな、尺の刺身包丁、これ銀産の鋼材、ステンレス系の鋼材なんですけど、こちらを使ってみたいと思います。でこちら刃シリーズなので鏡面と本刃付けをしている包丁になります。なので切れ味をめちゃくちゃ高くしたやつですね。社長もこの刃シリーズの刺身包丁は使ったことない。初めてですね。めっちゃ綺麗やな。そうですね。使ったことないので、今回こちらの刺身包丁、銀産のタイプですけど、使っていただこうかな。ありがとうございます。思います。でちなみにこちらの包丁クレームで返ってきたやつになります。ビビるよな。そうですね。クレームの内容としては破線が歪んでるって言ってたんですけど、ちょっと歪んでることはないですよね。全く歪んでないで。綺麗な感じです。お客様が言ってる感じでは、この顎の一部分がちょっとへっこんでるところがあるみたいな、こう破線があってちょっとへっこんでなってるって言ってるんですけど、絶対なってないかな。ね、綺麗な。めっちゃ綺麗で上まで来てた本場付けしてるもんな。そうですね。綺麗、めっちゃ綺麗で。帰ってきちゃったのでもうだいぶショックだったんですけど、せっかくなんでね、刃シリーズあんま使えることもないので、今回は実際にちょっとどんな感じか使っていきたいと思います。逆に嬉しいわ。そうですね。使えて受注生産で 2,3 ヶ月ぐらい待っていただかないとなかなか用意できないので。これ出過ぎやよな。そうですね。こんな綺麗な包丁あんまりないもんな。でもな、本当。今回はこちらの刃シリーズでここにタイ置いてるんですけどこのタイですね、こちらをさばくんじゃなくて刺身を切っていこうと思います。でさばくのはもう普通にこちらの至高シリーズの出刃包丁、ちょっとハンドルが一緒なんで同じ刃かなって思いそうなんですけど、こちらは至高シリーズの至高 SP っていうやつですね。表面も本刃付けもしてないタイプです。こちら使ってさばいていきます。じゃあ早速さばいていこうと思います。お願いします。それでは今からこちらの天然のタイです。さばいていきます。とりあえず今回はさばくのはさっと。お願いします。見ときます。やりますか？いないあれまだちょっと大丈夫。それじゃあとりあえず頭を落としていきます。もうそんな感じで入るんで。やっぱこれ何回見てもすごいな。気持ちいいですよね、外すの。とりあえず皮に切れ込み入れて、中まで切ったら反対もまた皮目に刃を入れて、また中骨まで刃入れて、あとはここの骨を外す。変なのがありましたね。これが無駄なやつです。粗いにするからな今回。っていう感じです。綺麗すぎるやんな。でひっくり返して切れ込み入れて、中骨まで刃を入れて、で中骨当てつつこっちにやっていきます。でまたひっくり返して、めっちゃ簡単そうやな。皮目に一応入れて、中骨まで当てて、でまたこのあばらのとこの骨を切って外していく。これ横から見て関節って分かる？ここから見てどれが関節部分で、これまたペッて切りたい時あるやんか。大きすぎるやんか、これ1個やったら。これトントンぐらい落とすの。これはこの白いとこです。これです。膨らんでるとこがそうなんですね。これの場合そうですね。大体膨らんでますよね。なるほど。なんでこういうアラの時は切らんとダメなんで、こういうここの白いとこあるじゃないですか。ここに入れるとこう切れるんで、こんな感じで切っていくだけですね。盛り上がったとこへこんでるとこって思うけど、へこんでるとこ、ここ身を削いだら、ここは骨です。これ骨です。この白いところが関節で骨がない部分なので、ここにスッと入れたら。白いとこの方が骨みたいじゃない？
そうやろだから、いや俺もずっと言ってるやんお前ら分かってんの。でまあこれ外してあげて、でかけてない。かけてないか見て、かけてないですね。すげえな。もうこんな感じで綺麗な。かけずに切れました。じゃあここからちょっと刃使っていきます。とりあえず炙りにするんで皮にちょっと切り込みだけ入れていきます。はい、こんな感じです。じゃあ、鯛平作りで切っていきます。これをどうなんとやりたいんですか。こっちでええの。ただこれちょっと言い忘れてたんですけど、最後予備が出るんで、あこう切りたいですね。あ、なるほど。まあこうしていくってこと？そうです。こっち分厚くてもええ。はい。でまた下の方ちょっと広くして、ちょっとはいそうです。で底力抜いて。それで消えてるんで、あとはもう引いてですると、一応最後までちゃんと切れるって感じですね。はい、じゃあ次はそぎ切りで切ってみたいと思います。見ます？切れやすい。めちゃくちゃ切れるで。今までの刺身何やったんと思うわ。タイやもんな。そうですね。タイって切れにくいんじゃん。切りにくいのもありますよね。むっちゃ切れる。刃か？やっぱトマ漬けしてるの刃？ありますよね。はい、ということでさばき終わりまして、タイのお作りですね。今回は炙りバージョンになります。すごい美味しそう。じゃあいただこうか。はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、いただきます。うん、美味しい。美味しい。うん、めっちゃ美味しい。臭くないですか？うん。やっぱ焼いてるのがいいんかな。香りがね。臭さが飛んでる。うん、多分。いや、もう全然臭ない。美味しい。めっちゃ美味しい。油乗ってる。うん。油乗ってます。乗ってる乗ってる。さあやっぱ金目鯛の方が油も乗ってるわ。いただきます。はい。いただきます。うん。美味しい。の。プリプリですね。うん。美味しい。うん。いや確かに炙り美味しいですよね。うん。いやこれは絶対やった方がいいな。バーナーでちょっと筋入れたらこうやってくるんとならないのに勉強したし。ああ、うん。そうですね。うん。こっちもはい。塩で食べてみてください。切り方で変わる。いただきます。うん。美味しい。こんだけ大きかったら普通なかなかな口からなくなる。めちゃくちゃなくなって美味しい。めちゃくちゃなくなる。うん。すぐなくなる。じゃあ俺あんまバーっていうのはあんま好きじゃないやんか。茹でました。うん。めっちゃ美味しい。食べてみて。うん。いただきます。うん。美味しいですね。なあ。やっぱそぎ切りの方が断面広いじゃないですか。この舌触りが良くていいですよね。それもあるんやな。やっぱ切れ味いいやつでやったらそぎ切りの方が美味しく食べれそうな感じしますね。言えるな。練習するわ。いやまだ何回も言ってるけどやりたくなる。こんだけ美味しかったらな。
やっぱ刃で切ったんで切れ味めちゃくちゃいいですしね。それは言えるな。すごいよな。確かに。腕やからよ。ありがとうございます。醤油でもらうから、はい、いただきます。美味しいわ。これは金目と全然違う。美味しい。美味しい。やばいな。お店のタイの作り。そうやな。ということで、刃シリーズの銀さん刺身包丁の切り付け300ですね、使ってみたんですけど、めちゃくちゃ切れ味良くて美味しく刺身も切れましたね。やっぱ刃になったらそぎ切りがいいですね。あんだけ切れたらな。そうだね。だからやろな、言うようにな。今回の尺だったんですけど、8寸ぐらいでも全然そぎ切りでこのぐらいのサイズでいけそう。切れそうですよね。勉強になる。ありがとうございます。どうでした？刃初。見た目がいいやんか、まずこうやって切っててこうやって光ってピカピカ光ってさ、表面がね、お寿司屋さんとかから鏡面来る意味が分かるよ、こんなんして前でな食べられたら。ほんで切れ味はもう今までにない切れ味やった。はい、ということで今回は刃シリーズ使ってみました。クレームで返ってきたやつなんですけど全然めっちゃ切れ味良かったですね。なあどこが悪いねんで、今回の本場付けとか、刃シリーズは自己のウェブサイトに載せてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということでありがとうございました。あと今回の動画なんですけど、ちょっと前編が今回のこちらの刺身をさばいて食べる感じで、後編で社長の方の YouTube で、さっきタイのアラとか出てたと思うんですけど、アラを使ってアラ炊きを、お願いしておきます。社長がやっていこうと思うんでいや亮太がやってくれると思うんで、またご期待を。一緒に作っていきます。なんでよかったら後編も見てみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。